こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。速報。何ですか？川崎の新型発表ですか？いや、今回はホンダだ。2021年のエイクまで発表、2022年4月はホンダ UK サイトに告知サイトが登場。そして今年6月、新型ホーネットに関する新しい情報が公開されたぜ。好きですね。ああ、大好きだ。で、どんな情報をゲットしてきたの？ホンダ UK のモデル紹介ページにある、ニューホーネットコンセプトに公開された新しい情報と、海外のニュースサイトでゲットした情報をお届けだ。それじゃ、ホンダ機体の新型、ホーネット情報をチェックしていくぜ。じゃ、レイムバトンタッチ。私が？それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じです。デザインスケッチ考察。国内外サイトの予想 CG です。6月6日に公開されたホーネットのデザインスケッチを見ながら、あれやこれやを妄想したいと思います。こんなに引っ張るネタも珍しいな。いつもはテザーサイトでアライブフーンって告知されて、カミングスーンダドリフトを描いた映画だ。後日開催されるイベントなどに合わせて発表、という流れでした。NT1100 やホーク11はこの方法だったな。しかし、ホーネットの場合は、公式がコンセプト発表してから半年以上経過しています。おかげでスルメイカのように長く楽しめるからいいじゃないか。8ですけどね。まずは公式が出した動画とスケッチを考察していきますね。じゃ、始めご。1、デザインスケッチ考察。2022、ホーネットコンセプト、ザ・デザインプロセス。これはホンダヨーロッパが公開したホーネットコンセプトに関する動画です。内容はデザインに関してで、ホーネットのデザインや形になるまでの設計プロセスが紹介されています。で、ポイントは3つ。ホーネットはストリートファイター。昆虫をモデルにし、ブーンという音もデザインしている。単純な方法で、純粋に機能的なもの。最初の2つは文字通りだけど、最後の意味って？色々調べてみたら、ハチって組織的な活動とか効率的な巣作りを行う賢い昆虫だとわかりまして。例えば？ハチの六角形を使った巣作りは、最小限の材料と手間で作る、超効率的な方法なんです。詳しい説明は割愛しますが、こうした考えがホーネットの開発に取り入れられてる、と妄想するわけです。じゃ、単純で機能的な考えをバイク開発に活かしたらどうなるの？ホーネットは2気筒だと噂されてますが、実は2つ合わせて4気筒とか、幼虫と成虫の関係のように、メーカーとユーザーの新しい関係を構築したり、楽しそうだな。ホーネットは、デザインだけじゃない隠されたメッセージもあるんじゃないかと妄想するわけです。楽しそうだな。はい。で、次はデザインスケッチのお話です。今回のイラストは、実写の雰囲気を感じることができるイラストだ。しかし、イラストからは特に新しい情報を見つけられませんでした。それに、ホーネットの具体的なスペックに関してはまだ何も公表されてません。決まってるけど広告戦略的に発表しないのか、4気筒の可能性を探って試行錯誤してるのか。蓋を開けたら 400cc-V 型エンジンだったら泣いて喜びます。ちなみに、ホンダが公開しているファクトブックには、設計過程のデザイン画がよく掲載されるんですが、大抵は先行公開されたイメージイラストが採用されています。なので、このイラストのデザインと実写との関係はなかなかいい感じだと推測します。新しく公開されたイラストを見ると、パイプフレームに前傾したエンジン、傾斜したヘッドライトなど、ストファイ要素が盛りだくさんです。これはまさにホンダじ。そう言われても仕方ないと思いますが、シュラウド周りやくびれたスイングアーム周り、えぐられたシートなど、細かい部分は色々と異なってますよ。デザイン的に似るのは仕方ないから、差別化するために大胆な変更があるかもな。角とか槍とか目玉とか。で、ボディカラーはオレンジとか。せめて、レプソルカラーまでですよ。お次は、ホーネットのラインナップについてです。2023、ホンダホーネット、スケッチリリース。このサイトでは、ホーネットがホンダの新しいラインナップになるのでは、って記事ですね。具体的には？ホーク11やアフリカツインみたいに、ホーネットのエンジンを使ったバリエーションモデルが、シリーズ化されるかもって噂話です。750cc エンジンを使った NC シリーズみたいな展開か。そうです。ホーネットには2気筒 700cc エンジンが採用されるかもって話です。NC シリーズで残ってるのは 750X1 体のみです。これを機に整理して、CB や CBR みたいに排気量違いラインナップになるという流れも考えられますよね。今のホンダにはストファイモデルがないからな。商売的にありそうな話だ。ですね。あと、ホーネットのデザイナーに関する情報もありました。ホーネットはホンダヨーロッパの研究開発部門デザインで、デザイナーはジョバンニ・ドービス氏、CB650R、アフリカツイン、XADV などのデザインに関わってます。ゴツゴツした形で、思わず墨入れしたくなるバイクだな。ロボット好きかもね。デザインスケッチは、太くて倒れたフロントフォークと、前傾プロポーションにギュッと絞られた燃料タンク。そしてマフラーは流行りのショートタイプに見えます。
そういえば、ホンダのラインナップの中でショートマフラーは、CB650R と CBR650R だけか。ちなみにその2台は国内デザインらしく、30代のデザイナーとモデラーで作られたモデルで、過去にとらわれずに、流行りのデザインを採用したって話です。比較的若い世代がデザインした、ちょうどいいを詰め込んだバイクか。ホーネットがエンジン排気量展開かプラットフォーム共有かで、デザインも影響があると思います。ぜひ、ユーザーが納得できるデザインでお願いしたい。さて次は、かなり具体的な予想 CG を見つけたので、考察するとしましょうか。2、国内外サイトの予想 CG。スクーク、エイクマに登場したコンセプトモデルを CG イメージで大予想。その筋では的中率が高い予想 CG を作成してくれるウェブオートバイに掲載されていた情報です。このサイトは今年の1月の情報だな。去年発表されたコンセプトのモックアップから作られた予想 CG がこちら。ワクワク、ワクワク。どうぞ。どうしたの？これは QCB1000R じゃないのか？違いますよ。ホーネットの予想 CG ですよ。すまん、リアルすぎて言葉を失ったわ。インドで販売されてるホーネット 2.0 の正常進化です。現実で遊びなし、デジャブ満載デザインですね。予想 CG なんだから、もう少し夢をくれよ。これが現実。ホーネットはホンダヨーロッパの二輪車部門が担当って話だろ？デザインについてはかなり期待してるんだよ。突拍子もないデザインだったり、期待値爆上げなテザーを出したりしないし、デザインスケッチからの実写化された時のギャップも少ないし、個人の意見だが、それじゃ旦那、夢がもりもりなこちらの CG を見てくださいな。ほう、どれどれ。ニュー2022、ホンダホーネット、will be release soon。これまた、国内と海外で、デザイン予想 CG もここまで違うものなのか。妄想デザインってことで、やりたい放題なんでしょう。これなら、緑色にして川崎の新 Z ですとか、新型 GSXS1000 とか新 MT10 と言われても OK だけど、それは違いますきっぱり。この手の海外予想デザインって、己の願望をぶち込んでちょっとだけ現実的な手直しした感が最高だよな。欲望に正直。この画像も公式が公開したデザインスケッチも、忖度なしに言えばスーパーデュークやストファイだろ？また言ってる。確かにバイク好きが見たらそう見えますね。でもそれは重々承知の上だと思うし、これだって思いがあるから挑戦するわけですよね。直線的なデューク、ぬるっとしたストファイ。この間にホーネットがどうやって割って入るのかが気になるところです。くれぐれも、ホーク11の2の前には、ホーク11のデザインが残念だって話ですか？はっきり言うなよ。個人的には、ホーク11のデザインはそんなにがっかりではありませんよ。あんなに叩いてたのに、どうしたんだ？改めてよく考えてみたのですが、ホーク11はテザーで期待度を上げすぎたのではないかと。ほう。テザーサイトであのロケットカウルと攻めたミラーを見たら、スピードトリプル RR 的なものを想像するじゃないですか。主は大はしゃぎだったからな。で、大阪モーターサイクルショーでの発表では、実はマスク美人だったことが判明して、マスク外したらあれってなる感じ？です。おっさんたちの夢を形にしてくれたホーク11だけど、期待値が高かった分、可愛さ余って憎さ100倍的な。バイクは見た目が全てじゃないのは分かってますし、乗ってなんぼだとも思います。精魂込めて開発した新型バイクをどうやって告知宣伝していくのか、ホンダの腕の見せ所です。妄想と願望、少しの事実で盛り上がったところで今回のお話は以上だぜ。何気に締めてますが、今回語ったのは私ですが、ホンダ好きだろ語りたいだろ？次回こそ驚きの事実を。お次は青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。今回は2連続で参加した串谷コーヒーブレイクミーティングの様子をお伝えしたいと思います。ついにツーリング動画にチャレンジか？下ツーリングもエンディング動画だけだったしな。青月の走っている動画を1本作っても誰得なので、今のところは予定ありません。でも、ED コーナーでは取り上げますのでご期待ください。なんだそりゃ。で、会場の雰囲気ですが、こんな感じです。ここは、どこの会場ですか？6月11日に開催された交通教育センターレインボー浜名湖ですね。前回は11時頃に道の駅飯田海駅へ到着したのですが、それでもかなりの台数が集まってましたね。で、結局コーヒーは諦めたんだよな。はい。なので今回は前回の反省を生かし、開始時間の9時前に到着するようにした結果、無事コーヒーをいただくことができました。現地ではラリーオーナーズクラブの方や YouTube 合同オフ会に参加されたともこ東海リリースのともこさんともお会いできました。で、会場では初めて新型ラリーを見たんですよね。そうなんです。情報としては知ってたんですけど、違いを教えてもらい勉強になりました。あと、ライト好きの主としては、同じラリーオーナーのライトがめっちゃ気になりました。ナイトライダーみたいな形状が素敵。と、こんな感じで楽しんできました。主は大抵青い服を着てるので、見かけたら気軽に声をかけてくださいね。じゃ、いずれどこかで。では、今回はこの辺で。それでは、
See you.